これはコットンなんじゃないかな。インドのなんか、そうインドのコットンだと思う。そう、よし、じゃあやってみようか。さすが。じゃあ、はい。じゃあ、こんにちは、ゆうかです。大丈夫かな。じゃあ、もう一回ね、もう一回ね。気をつけます。そうだな。もうちょっとこっちでもいい。さすがだね。これかな。はい。じゃあ、やってみよう。はい。じゃあ、こんにちは、ゆうかです。よろしくお願いします。今日は6月30日の満月の配信になるんですけど、今日はゲストでアーティストの相馬ひかりさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。そう、ひかりさんはこういうね、マットね、惑星シリーズを作っていたりして、で今日は越生町の週末スタジオさんからお届けしています。よろしくお願いします。はい。そう、今日の満月っていうのがすごくこう仮面をかぶるっていうことを脱ぎ捨てるような満月っていうことで、それについて今日はお話ししていきたいなというふうに思ってるんですけど、人ってなんていうんだろうな、例えば若いうちにこう結婚とかしちゃったりすると、もうさ、なんか自分っていうのを知らないうちにお母さんだったりするじゃない、妻とかお母さんだったりとかして、でそれはさ、お母さんとして一生懸命頑張ったり、妻としての役割を果たしてるっていうのはもう本当に素晴らしいことだと思うし、就職しなきゃってね、例えば高校大学卒業して就職しなきゃって頑張ってお仕事されてるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんだけど、結構自分を知らないうちにご結婚されちゃったりだとか、もうお母さんになっちゃったりだとか、あと就職活動して就職するのも自分っていうのも全然知らないまま、もう就職するのも当たり前だからするっていう感じになっちゃってて、で自分っていうのをこう全然知らないっていうのでこう生きてきちゃったっていう方も結構もしかしたら多いかなって思うんだけれども、でそういう本当にあとはもっと細かいことで、なんていうんだろう、例えば妻としての役割とかで、私はヒーラーっていう職業なんですけど、例えばだけど私はこうアーティストっていう側面も持ってて、だけどそのヒーラーとして役割、どう言えばいいのかしら、ヒーラーとして島田優香っていうのをこう期待されてると、なんていうんだろうな、アーティストっていう側面が出しにくいってわかりますかね。要はヒーラーっていう側面の私とアーティストっていう側面がちょっと別の、人格は全く違うとは言わないけれども、やっぱりそのアーティストって生み出していくようなものじゃないですか。でヒーラーってさ、その受け入れていくっていうような、悩みとかとか、人をこう受け入れていくっていうような職業なんですよ。だからそのヒーラーとして期待されている自分っていうのと、ちょっとアーティスティックな側面の私っていうのがいて、でそうするとその期待されてる方を演じてしまうってわかるかな、みんなに期待されてる方をやってしまうけれども、本当の自分って私の話で言ったらアーティスティックな側面もあるから、それをこう出していきたいなと私は思ったんですよね。だから今日もね、いつもと違う形の収録をしたいなと思ったんですけど、そんな感じで、期待されてる自分をこう脱皮するっていうようなエネルギーのすごく強い満月なんですね。だけど本当にこの自分自身がどういう人間なのかっていうのはもともと分かんないっていう人もきっと多いよね。どう思う？多いよね。多いらしくて、何が好きなのか分からないとか、何をやるのが一番楽しい時間なのかが、探るのが大変っていう人はなんかそうだよね。結構さ、もうなんていうんだろうな、やっぱり常識が多いっていうか、社会のさ、本当にこうするのが当たり前っていうのをこうやってるっていうことが多くって、だからこの自分が本当に好きなものとか本当にやりたいことっていうのにこうたどり着けないっていうこととかもすごく多いと思うんだけど、でもそれをこう掘り出してきて、そっちにこうシフトしていいんだっていうような満月なんですね。でもだからといって
まあ、奥さん辞めろとか、そのお母さん辞めろとか、仕事辞めろっていう話じゃなくて、まあ、そっちに気づいて、こう、どんどんそっち側の自分もこう出していっていいんだよっていうような許可を与えていきましょうねっていう感じ。社会で生きてると、バランスが難しい。難しいよね。だから、仕事はしなきゃいけないし、しないと生きていけないから、ですね。そうだよね。なんか自分を本当に逆に封印してないと、なんかやっていけない。一個ずつしかできなかったらそうなのかなって思いますよね。そうだよね。そうそう、封印してないとさ、やっていけないようなさ、感じだし、あと本当に好きなものっていうのがさ、なんかもう、わかんなくなっちゃってたり、したりもするよね、きっとね。なんかね。好きなことをやれてないと余計そうなっちゃう、そうだよね。あと時間もないし、あとさ、例えばご結婚されてる方とか、なんかこう旦那さんが例えば受け入れてくれないとか、例えばすごくオーガニック好きとか、なんていうのあるじゃない。なんかこう例えばまあひかりさんみたいなそういうちょっと朝っぽい服が着たいとかでも、ちょっとさ旦那さんが嫌いっていうかそういうのに対してちょっとなんか嫌いって言ったらだけどちょっと違う。もうちょっとさ、例えばフォーマルな服が好きとかって言われちゃうと、なんか本当に好きなんだけどさ、近い人が着れなくなっちゃう。着れなくなっちゃうよね。そういうのとかもあったりするし、辛いなって。でもそうだね、結婚してる人がそうだったら辛いよね。辛いね。そう、なんかそんな感じ。期待されちゃうと期待に応えたくなっちゃう、そうだよね。で、日本人ってすごいさ、人の期待っていうのをすごい応えるっていうかさ、なんかこう感じるっていう文化があって、で本当に知らずのうちにさ、なんていうんだろうな、期待に応えるっていうのがあると思うんだよね。だから空気読んじゃう。そう。だから全くそんなつもりはないんだけど、なんかその期待に応えてやってしまうみたいな、でその仮面をかぶってしまうっていうのってすごくあると思うんだけど、その細かいところを見ていって、まあ本当に自分らしい方っていうのを見つめていく。で、例えばだけど私さ、そのアーティスト活動してからお客さん来なくなったのね。だから要は、来なかったって来るんだけど、そうやっぱりヒーラーっていう側面をさ、期待されてるわけじゃん。だから、そのアーティスト的な側面を出してしまうと、あ、優香さんってそういう人だったんだみたいな、そういう場合もある。だから、要はさ、期待を裏切るわけじゃん。だから、そこをこうさ、切るって言ったらあれだけど、ある意味そこを捨てても自分らしくっていう方を選んでいく。何年前にアーティスト宣言したの？アーティスト宣言でしてないんだけど、でももうやっぱり今海外に移住してるんですけど、私はね。で海外に行ってからより強くなったんですよね。で、まあ一応13年前なんだけど、でその前っていうのは隠してましたね、結構。だからそういう風になんていうんだろうな。じゃあ私切り替えの割の時にあったのね。あったのかな、いつもあったんだろうね。でもアーティスト踊ってたし。踊ってた？太鼓と歌で踊る人なんだって私は思ってて、その後にヒーラーって知った。あ、そうか、じゃあそっちが先だったんだ。あ、本当。じゃあ別に抵抗はなく。もちろん全然それが普通だったんだ。全然普通だった。で、職業はって聞いたら、ヒーラーって言って、あ、そうか。そうなんですよね。そう。ちょうど13年前っていうか私が半分に来た時。そう。だからそっちの側面を出すのは私にとっては割と抵抗があるっていうか、すっごくワクワクして楽しいことなんだけど、でもその自分を出しちゃうと受け入れてもらえるかわかんないなって思えるような最後の私なんですよ、実は。だからきっとみんなも多分そういう感じってあるんじゃないかなって。ヒーラーさんだと思ってた人はそうなっちゃうのかな。そう、まあヒーラーって職業自体もさ、もうかなり自分の好きなことやってるんだけどでもさらにその私でさえ仮面をかぶってるっていうか、だから結構さ、その会社員とかそのお母さんとかじゃなくても、例えばアーティストでもさ、みんなの期待に応えるアートとかあるじゃない。なんか作品でも売れる絵とかさ、なんか期待に応えたような作風とかもあるじゃない。だからそういうのをもっと自分軸に戻していったりとか、そういう繊細にこう自分軸に戻していくような満月なんですけど、で、そうね、わかります。そうなんですよ。で、今日はなぜこうひかりさんをゲストにお呼びしたかっていうと、ひかりさんって本当に会った時からすごい自分軸っていうか、すごい自分なんですよね。
でそれがさすごいって思って、こんな人、まあ、ここ越生町で結構村っていうのは町なんだけど、そんな人いないいるかもしれないけどだいぶいないっていうかで結構服装とかもすごい可愛くて、でもそれでどうしてそうなったのかっていうね、いや、私も会社には勤めてうん、でも会社に勤める前に私は音楽が好きだったので、手に職をつけて音楽でやっていきたかったけど、音楽で好きな音楽を、売れる音楽じゃなくて好きな音楽、売れる音楽を作れば音楽でやっていけただろうけど、どうも私は売れる音楽は好きじゃないなと思って、それでまあこれはもう二足のわらじを履くしかあるまいと決心して会社に勤めました。なるほどね。でも会社もデザインの会社、だからまあまあ自分の才能を使ってるってことだよね。っていうか本当にサラリーマンとかではなく、まあやっぱりサラリーマンデザイナーとして8年間勤めさせていただいたんですけど、会社に辞めがかけたかもしれないなって思いつつ、ただでも本当に社会人に必要なことを教えてくれたんですね、会社に行けたことによって。で、そうですよね、まあどっかに勤めて好きな音楽は続けるっていうスタンスで社会人になりました。でもさ、その光さんの場合っていうのはさ、本当にその私から見ると自分が好きなものに対してはっきり分かってる人に見えちゃうっていうか、好きなことはもうはっきりしてる。それはどうしてっていうか、昔から勉強以外が好きだった。でも、まあ、これがいいなともともとあったんだ。そのご両親とかもそれは止めずっていうか、いいねっていう感じだったってこと？でも両親の期待に応えて、東京大学とか、東北大学に行かなきゃいけないんだろうなって思ってて、なるほど。だけど、で頑張ってみたんだけど、夜の10時くらいまで勉強したりとかして頑張ってみたんだけど、中学生ぐらいになってから、小学生の時それ頑張ってた、で中学生ぐらいになってからやっぱり違うなと思って、一応進学校っていう高校には行ったけど、体育大学か美術大学か、それが私のなんかもしやっていく、自分の力を生かすとしたらかなと思って、そうですね。でも大学まで進学するっていうのは親がやっぱり決めてくれてたっていうか。でも結局美術の大学に行かれるんですよね。行きました。素晴らしいね。だからでもさ、そのまあさっきねちょっとだけお話ししてた時にさ、結構その人の期待よりも自分軸を貫けるっていう気持ちを持ってたっていう話っていうか、そのつもりはなかったんだけどなんか人のなんか気持ちよりも自分っていう方にいけるってでしょ、いけるっていうかさ、なんか人ってさどうしてもさ自分よりも人を選択しがちだけど、自分を選択してたわけでしょ。自分っていう感じでこれさ、自分っていうか嫌な意味じゃないよ。甘やかされてた可能性がありますね。どうなんでしょう。でもまあそこに対してやっぱり揺らがないっていうのはすごいことだよね。そうなんだ。だってさ、本当にいないよ。いないっていうか、いい意味でいないよね。だってなんかさ、そんな服とかもさ、好きな服着たいけど結構さ、TPO っていうの、周りを気にした服とか、私はさ、日本帰国のための日本用の服着てるの。なんか海外で着てる服じゃなくて、日本に合う服を選んできてるの。そういうちょっと、これネパールで買ってる服なんだけど、でも一応日本にも合いそうっていうので着てるの。そういった意味では本当に自分軸すぎますね。そうでした。やれることとやれないことっていうのがあるなと思ってて、やれることをやってなんとか進んでるっていうのがちょっときっと、自分にできることとできないことがあるなっていう。でもできることで進んでいってて、できることを探してい
生きてきた感じですね。素晴らしい。なんかひかりさんのフライヤーとかあります？フライヤーここには無理難しいから。フライヤーまあ後で貼っとくと思うんですけど、すごいデザインとか私大好きで、ひかりさんのデザインとか、この金星シリーズっていうものとかもすごく、惑星シリーズっていうのもすごく大好きで、なんかその自分を貫きながらすごいセンスが素晴らしいというか、すごい素敵なものを作られてて。惑星シリーズが生まれたきっかけはですね、デザイナー歴が要するに長いんですね。洋服のデザイン、その次はグラフィックのデザイナーとかやってるって感じで、デザイナーはこの後この地球環境がこれだけぶっ壊れてる中で、役割の中に、今あるものを生かして別のものにしていく必要があるなと思って、そしたら私は糸がとっても好きなので、使われなくなった糸とか、よくこう押し入れに眠ってる糸、プリンセンター持ってきますみたいな感じのことってあると思うんですけど、それを生かしてからやろうと思ってこれを始めたんですよね。すごい素敵ね。後でちょっと近くで。コンセプト的にはそういうことがあって、やっぱりアーティストって言っていただいたけど、やっぱデザイナーなんだと思います。なるほどね。でもさ、本当にさ、その究極的に自分が好きなことって突き詰めると、なんか本当にきっとさ、みんなにとっていいことになるんだろうね。たどり着くんだろうね。好きなことって、もしそれがお金にならなくっても、後悔しない。そうかも。楽しかったからまあいいかって、なんか究極思える。そうですよね。人それぞれすごい美しいものがきっとさ、究極的に自分らしくってなってると出てくるんだろうね。全くお金にならないとやっていけなくなったりとかするので、そこまでのことじゃなくても、でも最終的にはもしそうだとしても後悔がつくことをしないだろうと。そうだね。確かにね、そうかもしれないね。そんなだから好きなことを続けるのは悪いことじゃないんじゃないかなと思いますね。やっぱりもうだっていやいややって何にもならなかったらすごく辛いけど、そうだね。好きなことやってさ、もし本当に失敗しちゃってたとしてもさ、悔いがないもんね。もうベストを尽くしたわけだもんね。だからそうだね。やっぱり好きなものをやって生きていくっていうのもそうだし、あと惑星っていうか、その星の流れっていう動きっていう意味でも、やっぱりその自分らしく生きていった方がむしろ生きやすい時代っていうか、すごくこう開けていくような時代に入ってくるんですよね。だから今まではどっちかっていうと、もう自分を抑えててもこう他人軸の方がむしろやってきたけど、だんだん自分軸の方がこうなんかやりやすくなったり開いていくっていう時代にもなるから、だから本当にそういうふうにしてほしいなと思いますし、あとそうですね、その仮面が何なのかっていうことをね、皆さんはすごくちょっとね、仮面を脱ぐ、仮面を脱ぎやすくなる。そうだからそれが何なのかってちょっと感じていただけたらいいかなと思います。仮面脱いでも平気になるってこと？そう平気になる。だからそれがじゃあ怖いけど脱いじゃえ。そう普通になる。じゃあちょっとやってみたら。そうだって私とかもさ、今ここ田舎じゃないで、近所の人とかいて普通にこう、自転車とか走ってて、島田さんみたいな、なんか普通だもんね。今だったらさ、ちょっともうなんかちゃんとした人演じてなんかやんないとまずいけど、みたいな感じだから、だから結構それでいいんじゃないかなって思いますね。そんな感じで皆さんぜひね、それが仮面をかぶるっていうのは何なのかっていうことを感じていただけたらと思います。そしてひかりさんは、満月ライブですよね、をやられていて、インスタとかで発信されてるんですかね。次は6月30日。6月30日、6月30日。今日ね。今日名古屋で。あって。スカイ市ってとこやってます。でも、毎月あるので、そのインスタグラムの方とかフォローしていただけたらと思います。概要欄の方に貼っておきます。あと、ここの週末スタジオさんのインフォメーションも貼らせていただきます。とても7月31日まで国際野外の表現展っていうので展示してます。
そうね。あとはシューマンさんの作品が庭にも、建物全体もそうなんですけども、すごいよね。ありますので、ぜひ同時に今回ひかりさんとのライブ配信っていうのをさせていただいてますので、そちらの録画の方も見ていただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。